はい、こんにちは。笹湯です。今日は JLPT N4 レベルの読解、大きい地震を勉強しましょう。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。それじゃあ勉強しましょう。これは今日勉強する読解の文です。まずはビデオを止めて自分で読んでわからない言葉をチェックしてください。これは言葉のリストです。わからなかった言葉はノートにメモして覚えてください。はい。ではまず、笹湯が文を読みます。それから皆さんもビデオを止めて読んでみてください。では、笹湯が読みます。大きい地震。今朝、朝ごはんを作っている時に地震がありました。突然、部屋が揺れたのでびっくりしました。すぐにコンロの火を消してテレビをつけて地震のニュースを見ました。震度は4でした。隣の千葉県では震度5弱だったそうです。でも私の国では全然地震がありません。日本で初めて地震を経験したからとても怖かったです。私は地震が起きた時の準備を何もしていなかったので、防災リュックを買っておかなければならないと思いました。はい、では皆さんも読んでみてください。どうぞ。はい、では皆さん、少し地震の言葉について確認しましょう。震度という言葉を確認します。はい。では、震度について確認します。地震には、震度とマグニチュードという言葉があります。例えば、ここで地震が起きました。この地震から近いところは地震の揺れが大きいですね。でも地震から遠いところ、地震の揺れは小さいですね。この揺れの大きさのことを震度と言います。なので遠いところは例えば震度3、近いところは震度5とたくさん震度があります。もっと遠いところは震度2とか1。近いところは震度が大きくなります。でも、マグニチュードは地震全部の大きさです。なので、マグニチュードは、例えばマグニチュード5、一つだけです。震度は5とか3とか2とか1とか近い遠いでたくさんあります。はい、これは震度と揺れの大きさの絵です。震度は0から7まであります。はい、震度2は部屋のほとんどの人が気がつきます。震度3になると少しびっくりします。震度4になると少し怖いです。そして震度5から5弱、弱い、5強、強いの2つになります。そして震度6弱、震度6強、最後に
7があります。この震度は地震のニュースでよく使うので、ぜひ覚えてください。はい、それでは質問です。この人はどうして防災リュックを買わなければならないと思いましたか？ 1 番、地震でリュックが壊れたから。2番、地震が起きた時の準備をしていなかったから。3番、仕事で使うから。4番、安いから。はい、答えは2番の地震が起きた時の準備をしていなかったからです。はい、ここを見てください。はい、どうして防災リュックを買っておかなければならないと思いましたかですね。どうしてですから、こののでをチェックしましょう。そしてのでの前、地震が起きた時の準備を何もしていなかったので、はい、のでとからは同じですね。ですから答えは2番です。はい、では文法を確認しましょう。まずは普通形のでです。意味はからと同じ意味です。英語は because ですね。例えば、突然部屋が揺れたのでびっくりしました。大阪は家賃が安いので人気があります。簡単なので明日のテストはそんなに勉強しなくてもいいです。はい、のでの前はいつも普通形です。でも簡単だはスペシャルです。だを消してなのでですね。のではここましただったましたでもだったでもいつも普通形です。はい、皆さん危ないので黄色い線までお下がりください。危ないですから下がってください。何が違いますか？のでとからのでは少し丁寧です。気持ちがあまりありません。フラットです。ですから仕事の時はのでをよく使います。でも例えば仕事でも悪いお客さんがいます。私は少し怒ります。angry ですね。少し怒ります。悪いお客さんに言います。危ないですから下がってください。少しだけ気持ちがあります。意味はほとんど同じですが、この気持ちがあるなしで少し違います。はい、次の文法です。普通形そうです。意味は他の人から聞いたことを話します。英語は hearsay とか passing the information ですね。はい。では、この絵を見てください。まず、私は他の人から何々と聞きました。あとはニュースから何々を見ました。そしてそれを他の人に教えます。普通形そうです。ですね。
このインフォメーションを他の人にパス、教えます。例えば、田中さんは会社を辞めるそうです。佐藤さんは今日は休みだそうです。隣の千葉県では震度5弱だったそうです。この田中さんは会社を辞めるは他の人から聞きました。佐藤さんは今日は休みだ。隣の千葉県では震度5弱だった。他の人から聞いたことを他の人に教えます。そしてここは普通形です。覚えてください。はい、次の文法です。動詞の定型起きますですね。意味は準備します。英語は to be ready とか to make it ready ですね。例えば、授業の前に机を並べておきます。食べたら皿を洗っておいてください。防災リュックを買っておかなければならないと思いました。はい。準備します。授業の前に。授業ですから準備は机を並べますね。これ準備ですから手置きます。はい。食べたら皿を洗っておいてください。皆さん食べたら次お皿を明日も使いますね。それか他の人がまた皿を使いますね。だから皿を洗いますは次の準備です。ですから洗っておいてくださいですね。次、防災リュックを買っておかなければならないと思いました。はい、防災リュックを買います。何の準備ですか？防災リュックは地震の準備ですね。ですから買っておかなければならないです。はい、皆さんお疲れ様でした。どうですか？難しかったですか？もしわからないことがあったらぜひコメントで質問してください。あとよかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。バイバイ。